靴の調整とパッキングについてお話しします。靴の調整とパッキングとは、足の大きさには左右差があり、靴の大きさには左右の差がありません。そのままでは足にフィットしにくく、調整とパッキングを行ってフィット感を高めることで、調整をする技術のことになります。そのためには、靴のどこがフィットしていないかを見極める能力が不可欠です。シューフィッティングを理解していることが大前提になります。初心者の方は絶対に行わないようにしてください。注意点ですが、明らかに合ってないものを販売目的で調整はしてはいけません。また、強制目的のパッキングはしません。パッキングの後に違和感がある場合は、履き続けずに再度調整を行うようにお客様に促してください。これが非常に重要です。調整とパッキング後の基本的なイメージですが、少しきつい、少し緩いというのはちょうどよくすることができます。ただし、痛みを伴っている場合はちょうどよくなるまでは無理です。痛みが出ないレベルまでは調整は可能です。大前提として医療行為ではないことを肝に銘じてください。我々は医学療法士ではありません。あくまでも販売員です。そこを忘れないでください。調整具には様々な種類がありますが、ここでは3種類ご紹介します。ストレッチャー。広範囲で広げる際に使用します。主に足幅が痛い方ですとか、サイズがもうワンサイズと迷って小さいサイズを買ってしまって、やはりもう一個大きいのが良かったなという時などに使えると思います。まず、表面の素材がレザーであることが大前提です。布素材などではこの調整は効きにくいです。破れる場合がありますので注意しましょう。レザーは革の繊維組織が内側に存在することで調整が可能です。エコーにおいては非常に足馴染みのいいレザーを使用はしておりますが、人によっては痛みの出る箇所がありますので、こういう調整も有効です。まず広げる際に、広げる部分を柔らかくする必要があります。ストレッチャースプレーや保湿クリームなどを塗り、素材自体を柔らかくしておきましょう。その上で中敷きをセットし、拡張器、ストレッチャーを入れ、ゆっくりとハンドルを回し、幅を広げていきます。この際、かかと部分がきっちりと収まっていることを確認してください。かかと部分を固定せずに幅を広げると、どんどん幅の広い場所にストレッチャー自体が移動してしまい、広げたい場所が広げられなくなります。この部分を確実に確認しましょう。約1日ほどで広がります。ポイントストレッチャー。これは全体が伸びるとフィットしなくなる場合や、その部分だけを伸ばしたい、もしくは部分的に痛みがあるという場合に使用します。伸ばしたい箇所をまず最初に柔らかくします。保湿クリームやストレッチャースプレーなどを使うと効果的です。その上でポイントストレッチャーをセットし、表面に傷がないことを確認して、布を間に入れて、その上でポイントストレッチャーをセットし、ゆっくりゆっくり力を入れてじわじわと伸ばすようにしましょう。一気に力を入れると皮が破れます。慣れないうちはやめましょう。伸ばしたい位置だけではなく、その周辺も同様に伸ばしておくと、お客様の痛みが和らぐことと、靴自体のシルエットが維持できます。ハンマリング。革の厚みや靴の縫い目の位置が当たる際に使用します。
ハンマーと台を使って行います。直接叩くと皮に傷がつくため、薄い布などを当てて静かにゆっくりと叩きましょう。足の左右差や問題点を解消するために調整とパッキングは有効です。ただ、慣れないと履き心地が悪くなったり、靴を傷める恐れがあります。まずはご自身の靴、スタッフの靴で練習をし、十分に理解してからお客様に施すようにしてください。調整具と一緒にパッキング、インソールなどを用いて調整する場合もあります。足に対して靴の厚みがあり、足が止まらない場合や、一部的に過度の圧力がかかる場合、またサイズが大きく少し緩い場合などにインソールやパッドを入れます。ただし、慣れないと履き心地が悪くなったり、足と靴を痛める場合があります。まずは自分の靴、スタッフの靴で練習をしましょう。エコーのインソールの種類は、サポートインソール、インソール 3mm、インソール 3mm テキスタイル、インソール 2mm、ヒールインソール、ハーフインソール、ジェルインソール、ヒールサポートの8つがあります。部位と原因の診断。合っていない部位と原因の診断。どの部位がどのように合っていないのかによって調整方法は異なります。お客様との問診、そして指針、可能であれば触診も行って正確な原因を見極めることが重要です。問診の質問事項は、部位、痛みや不一致の程度、いつからそうなったか、過去に調整をしているか否か、タコ、魚の目など皮膚の疾患はないのか、などが挙げられます。次に、指針、触診ですが、まずはつま先の部分、そして指の付け根の部分、インステップ、トップライン、ヒール部などをチェックしましょう。お客様の痛みが出ているポイント、違和感を覚えるポイントなどによって変わります。原因の診断と調整方法。頭部、親指、爪が上に触れる。原因は靴のtoeが薄い、もしくは爪が上を向いている。さらに外反母趾などが挙げられます。調整方法としては、触れている場所をポイントストレッチャーを用いて伸ばします。もしくはインソールを薄いものと入れ替えることで解消される場合も多くあります。小指、側面からの圧迫。原因、外反母趾、内反小趾、頭形状が合わない、アライメントが合わないなどが挙げられます。調整方法としては、触れる場所をポイントストレッチャーで伸ばす、もしくはシューズのデザインを変えて提案し直すなどが挙げられます。第2子から第5子がアッパーに触れる。原因、ハンマー頭により指が曲がっている。調整方法としては、ポイントストレッチャーで部分的に伸ばします。薄いインソールと入れ替えることも有効です。